ございます。今日はこちらに来てみました。ドリアン BB パークです、ね、見てください。これゴーヤじゃないですよ。これドリアンちゃんです。ドリアンちゃんです。でね、この間ね初めてドリアン食べたっていう動画出しましたけれども、もうちょっとちゃんと食べてみようかなと思いまして、今日はこちら見えます？こちらね、ドリアン BB パークでここでですね食べ比べをしてみたいと思います。でケールはですね多分匂いの問題があってあんまりねドリアンが街頭で売ってるってところ見ないんですけれども、どうしてもね一つ買いをすると中にいっぱい入ってるので2人でそれ1個全部食べるのはちょっときついんじゃないかなと思って、あとはねちょっと種類も試したい、ドリアンのね種類によってどんな味があるかってことを試したかったので調べましたら、こちらでね食べ比べができるということで早速やってきました。はい、じゃあ行きましょうか。こちら TRX と言いまして、金融特区、銀行とかね金融機関が立ち並んでいる街の中にありました。でこの辺はですねコンドミニアムとかビルをねまだまだ建設中で、これからまだ発展しそうなね場所でした。そしてその TRX という駅があるんですけれども、そちらの電車の駅から5分ぐらい歩いていきますと街中にね現れたのがこのドリアン BB パークです。とってもアクセスのいい場所にありました。These are homemade, yes. They are 90% made durian fruit, water, full cream milk, and the ice cream powder on it. There are no coloring. Smells nice. Yeah. Yeah, insects here. Yeah, this one is hormonal durian. Yeah, so for souvenir, it's quite nice. Call it forever. Yeah. They're all different. Then you can take the refresh with Cobbling 101. Oh, this one is a bit like peanut flavor or coffee flavor. Yes, Sweet one. yes. Then the golden bun. This one is from Johor. We call it Peter Tin. There's the sweet, smooth. Yeah, this one nice. Axel is the famous also. Oh yes, famous. Yes, TV24. Yes. So this one is the bitter type, and sometimes you will have the apple flavor. So this one is bitter one. Okay, the popular one. This one is a Blackthorn. Yes. Blackthorn we call D200. So it's orange top, creamy bean, and the sweet one. Musang King. Yes. The famous and the famous. Yes. Yeah. Yes. Yes. It's the bitter and sweet. So it's creamy type also. But there is stronger flavor than all the type. So that's why you need to try out. はい、じゃあねこちらねお姉さんに持ってきてもらいました。これもう冷蔵庫に用意されてたんで、ちょっとこのムーサンキング大きめ取っちゃいました。はい。ではですね、ここに旗がね立ててあって可愛いんですけれども、これが D101 ですね。これはね一回街角で売られてるのを見てちょっと調べてみたら割と希少性が高いものらしいですね。ちなみに D っていうのはドリアンの D で品種名です。 D のドリアンの何番っていうふうにねずらっと番号がね振られるようなんですね。それと別に品種名の、ゴールデンブーンって書いてありますね。ブーンって包むっていう字書いてありますけど、中華おまんじゅうとかブーンとか言いますね。これはねちょっと後で調べて載っけときます。はい。そして D24、 これがですね初心者に食べやすいとよく言われているもので結構有名ですね。これも楽しみです。はい。そしてこれがね、ちょっと果肉の色違いますね。D200 ブラックトーン、黒いサスって書いてあるトゲって書いてありますね。これもまたね面白そう。そしてこれがもう王様中の王様。猫山王って書いてありますけど、これが D197 でムーサンキングっていうねお値段も高く人気も高いと言われているものです。以前に1回食べた時、この間ね動画でお出しした時はこれを食べてみたんですね。で今日はいろんな種類食べたいのでセットにしましたけれども、こっちから順番に1回ずつねこのお水くれましたけど、お水で水をね口をリセットしながら食べていくといいですよっていうことでした。はい。じゃあいよいよ食べちゃいますか。はい。じゃあ食べていきたいと思います。ではこちらから食べてきます。101です。
こう出ました。ちょっとお芋みたいですけど、はい、大きい方どうぞ。多い OK ですはね、全然1回目から OK だったんで、はい、じゃあせーのでいこうか。まず香りはね、結構いい香りする。そうですね、ね。どう？全然嫌な香りじゃないね。全然大丈夫ですね。すっごいきてるのかな、ちょっと。ちょっとコーンスープみたいな、ポタージュスープみたいな香りがして、これね、お姉さんピーナッツっぽい香り、味って言ってたね。じゃあせーのでいく。せーの、せーの、いただきます。美味しい。美味しい。臭くないから、めちゃくちゃクリーミーで美味しい。香りがね、いろいろ違うみたいなんですけど、まずこの T101 でこう持った感じも結構重いっていうか、重いね。すごい滑らかで美味しいですね。で、周りの皮がちょっとなんて膜張ってるような感じ。それを歯でカチッてやると中からクリーミーさがうわって出てくる感じで、ピーナッツっぽいってわかるの？ちょっとピーナッツバターみたいな。濃厚、すごい濃厚。で中に種がありますので、ちょっと気をつけながら食べていただいた方がいいですね。こんな感じ。美味しい。お水でリセットします。クリーミーさがこれも結構美味しいですね。僕は好きです。美味しい。じゃあ次行きましょう。リケモンどうぞ。D13 です。ゴールデンブーム。はい。じゃじゃん。これはね、これはちっちゃめなんだけど、多分これはこう実を取る場所にもよると思うから、外回りがちっちゃいかどうかはちょっとよくわかんないです。で割れるんだね、これね。はい、どうぞ。これはね、色がちょっとさっきよりは白っぽい香り。これもね、そんな強い香りじゃないね。で、嫌な香りじゃないですよ。かすかに香り、さっきの方が香りが強かった。いただきます。色が少し薄いですね。美味しい美味しい。濃厚さで言ったら101の方が濃厚な感じする。でもこれもクリーミーはクリーミーなんだけど、割と食べやすいね。甘さは甘い。はい。でもさっきよりは全体的に少しさっぱりしてる感じする。美味しいよ。本当にね、フルーツではなくてなんかクリーム食べてる感じ。フルーツですね。はい。じゃあこちらいただきます。いいですか。これは美味しいですね。こうクリーミーさがまた違って、なんていうか少し薄いですね。そうだよね。こっちの方が濃かったね。こっちって初めの方ですね。はい。で今食べてる D13 は少し濃厚さが薄い感じはします。ただ味はすごい美味しいです。食べやすいというか、匂いも全然、僕は全然大丈夫ですし、美味しいよ。美味しいです。美味しい。なんていうのかな。少し苦みがあってキャラメルクリームっぽい感じもしますね。美味しい。美味しいですね。今まで2つ食べましたが、匂いはそんなにきつくないというか、全然僕たちあまり感じないというか、いきましょう。ちょっと水飲ますか。はい。では次はなんだ。こちら。
です。これがね、初心者には食べやすいと言われている B24 ですね。これは身が大きいけれど、ぱっと見大きいですね。パッと2つに。見ものすごい大きい。ね、もうちょっこれはとただね、見えますか。なんで大きいかは分かりません。全体を見てないので。身自体が大きいんじゃないですか。身自体が大きいのかな2つに比べて今まで2つ食べましたけど、ねそれよりだいぶ大きいです。後で丸も売ってるからね、はいちょっと取れたら取ってみますね。はい、じゃあどうぞ。重いよ、これも重い。これも重い。で、さっきの、D13 に近い薄い黄色。ね、一番初めのはちょっと赤かったけどね。これはちょっと薄い黄色です。はい、いただきます。あ、で香りだ。あ、なんだ、爽やかな香りがする。なんかほら、お菓子の香りするよ、これ。それこそキャラメルか。キャラメルの香りか。キャラメルってこうお菓子のキャラメルじゃなくて、プリンを作るときに自分でね、家で焦がしたキャラメル、それの香りがするの。ですね。ねえ、いい香り。香ばしい香り。香ばしい、そうそうそう、香ばしい香りがしてね、むしろすごいいい香り。楽しみ。はいいただきます。どうでしょう。美味しい。美味しいです。美味しい。はい。味はさっきの2つよりも確かにちょっと強いの。だからこの順番ぴったりなんだけど、キャラメルの香りから入るじゃないですか。そうするとキャラメルプリンの味。キャラメルプリン。そう、苦味もありつつクリーミーさで1個でキャラメルプリン。食べて。はい。美味しい。いただきます。香りが。これは美味しい。美味しいね。これはというか、また今まで2つ食べた中でもさらにこうプリンと今言ってくれたように焦がしキャラメルとプリン食べてるような香ばしい香りがバーッと広がって美味しいですね。しかも口にバーって広がる感じだね。だからこっちはおとなしい感じなんだけど、これは華やかな感じっていうか、割と口にファーって広がるから、私たちは好きだね。美味しいね。美味しいよ。いいですね。多少のね、皆さん懸念している癖が少しあるんだけど、もはやもう3個目になると全然気にならなくなる。慣れなんでしょうかね。確かにこの独特の匂いっていうのはありますけれども、ただそれはすごいね、やはりドリアンの香りっていうのが本当に他のフルーツとは全然また違って濃厚さもこの味が全然また美味しいね、すごい濃厚ですね。美味しいこれ。びっくりした。あんまり私ドリアンについての記事とかも読んでないけど、今まで多分キャラメルプリンって言ってた人いないと思うけど、わかるでしょ。あります。すっごいデザート感ある。美味しい。もういいの？もうちょっとコメントいい？また続きますので、はい。一旦置いときます。びっくり。贅沢だね。な。なんか。はい。はい。では。きまして続きまして B200 ね。はい。ブラックトーンって読む。トーン。黒トゲって書いてありますが、これは、はい。さっきのに比べて半分ぐらいの小ささ。大きさはですね。はい。で色がまたちょっとこれまでと違ってオレンジっぽい。一番オレンジだね。黄色ではないね。これはオレンジです。これすごい楽しみ。はい。これね、果物割るっていうよりもなんかパンをポロッと割るような感じなんですよね。断面。ほら、ここもうね、むしったわけじゃなくてここで切り込みになってるって感じね。ほんとね、パンを割ってる感じだな。まず恒例の匂いを。あ、ちょっと酸っぱい匂いする。一番フルーツっぽい今まで。そうですね。酸味のあるなんだこれ。桃じゃなくて、何の香りだ。フルーツの香りで何が一番近い？ちょっと甘い。酸
酸味のあるすももみたいな、プラム系の香りがしますね。これはフルーツの香り。じゃあいきますか。はいせーの。せーので言ってないんですけど。ケーキせーのじゃなかったです。私からいきます。リーファーストでどうでしょう。美味しい。一番ね、今までの中では一番フルーツっぽい、フルーツということがわかる。今まではもう本当お菓子なんですよ。これはフルーツのめっちゃ甘いやつで、臭み本当にない。あ、分かった、パパイヤ、めちゃくちゃ熟したパパイヤ。僕もそういう香りかなと思って、パパイヤに似た。そう、めちゃくちゃしっかり熟したパパイヤも硬いとね、あんまり香りが立たないんですけど、結構柔らかくなってた頃に食べるとこの味するね。パパイヤです。これは熟したパパイヤ。どうぞ。はい、いただきます。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいんだけど、全部美味しいんだけど、これ一番フルーツっぽいの分かる？パパイヤに本当近くて柔らかいですね。これまでに比べた果実食べることですね。あと結構ね、繊維がしっかりしてるんだけど、これの繊維が優しい繊維なので、あんまりこうケバケバしてないのね。だから口当たりがね、柔らかい。すごい美味しい。これはこれですごい美味しいね。で、酸味が入ったことで食べやすい。もうこの時点で誰ドリアン嫌いって言ってた人って感じ。私言ってないですけど、なんかほら一般的にドリアンってなるじゃないですか。匂いが苦手っていう人は結構多いですけど、匂いはね、特にね、そういったのが感じない人であるとね、こうなんていうか本当に美味しい食べられますね。これはこれはね、食べたい。積極的に今4つ食べてみて、これはこの季節が来たらドリアン食べに行きたいって思うね。これはね、それぞれまた特徴があるんでね。めちゃくちゃ美味しい。いいね。はい、ではついにラストいきます。はい、最後は197がムーサンキング猫山王です。これ有名です。最も有名。マレーシアの中でもドリアンだからこう何がね、おすすめって聞くとこれを必ずあげる人がほとんどいますね。ムーサンキングです。ただね、最近ポピュラーになりすぎちゃってらしいですけどね。はい、まず色が黄色いね。だいぶこれまでより本当の山吹色。そうだね、山吹色。で、これの湯はそんなにしないね。よく嗅ぐといわゆるドリアンの香りがふわっとしてくるけど、そんなにこうバンバン香る感じではないです。匂いが苦手っていう人もいますけども、でもこの中では一番ドリアンっぽい匂いがするね。で、重さもそんなにここまで、確かに身が大きかった割に軽めです。ね、じゃあ何が違うんだろう。いただきます。確かに濃厚さが一番。めちゃくちゃ濃厚で、最後の後味っていうか、後に香りがふわっとくる。このドリアン独特の香りがふわっとくるから、まあ苦手な人はここは苦手かもしれないけど、もはやここまで食べてきたら美味しいです。でもめちゃくちゃ濃厚だから好み分かれると思う。必ずしもこれが一番ではないかもしれない。そうですか。ほら、さっぱりめが好きな人とさ、めっちゃ濃い、例えばアイスだってそうじゃない、濃いアイスが好きな人とね、ちょっとさっぱりめが好きな人いるから、それぞれ。ケーキはそういう感想ですけど、じゃあ最後こちらいただきます。ではまたすごい濃厚さがやっぱ一番際立ってますね。クリーミーさがダントツだと思います。で、味はやっぱりこう甘さがすごい
濃厚なので、これがやっぱ一番美味しいかなと感じますね。一番僕の中でこの今まで食べた中でドリアンといえばこれかな。でも一番決めるの本当難しいね。難しいけどやっぱ好みが分かりますよね。美味しいやはり。じゃあ TK これ一番でしょ、自分が食べるには。そうですね。じゃあもうドリアン初めてですの人が食べるのにおすすめするのはどれですか？そうですね。一回置かせていただはい、ください。一応皆さんにお役に立つように初めての方だったらどれが食べやすいか。食べやすさで言ったら私は決まったな。せーの。じゃあいっぺんにいきます。じゃあ持ってせーの持ってからせーの。これ食べやすさ。食べやすさよ。初心者が食べやすいのこれ私。それ。うん。TK は？これかこっちかな。私が押したのがパパイヤに似てるといったこちらです。TK が押したのがこのプリンって言った D24、そうですね。これはね一般的にはこれって言われてます、もし参考にしていただけるならプリンっぽい D24、キャラメルプリンを想像して24か、もしくはパパイヤの完熟パパイヤを想像して D200、もし私たちを信じていただけるのであればぜひここからトライしてみてください。でも食べ比べいいね。そうですね。今回この食べ比べっていうのは非常にとってもいいですね。ぜひね。なんか一人二人じゃね、いくらこれ美味しいって言っても丸ごと買うとたくさん入ってるわけなので、ちょっとずつ食べれるのがいいかなと思いました。でこの中でやっぱこれが好みっていうのが決まったら、あとはちょっと丸ごとねチャレンジっていうかね、それで美味しいものを自分が好みのものを食べるっていうのが、僕たちとしてのおすすめかなと思います。まずどれがっていうのが正直わからないと思うんですけど、僕たちもわからなかったし食べるまで。ですっごい種類があるからドリアンってこういうものって1種類食べてね決めないで、多分その同じ品種でもね個体差ももちろんあるだろうから全然違ったもんね、今回食べ少なくともね種類別なの食べてみて好みとか傾向をね見るのもいいかもしれないですね。KK のおすすめ聞いてないでしょ。そうですね。最後 KK のおすすめはねですね、一番がどれってね一番苦手な質問で、それぞれ美味しいじゃない。好きなものでいいし、好きもほら全部好きだからいろんな要素が違いはありました。全然違う。それで一番おすすめするの非常に難しいんだけども、消去法で言ったら一番驚いたのが D24、かな。で無難に美味しいのがこちらこちら一番って難しい。でも無酸菌かな。無酸菌かな。でもねこれも美味しいな。でも全部美味しい。でも全部なの。全部なんだけどどれも違います。違うからね。もう全部 KK のおすすめ全部です。僕もね全部美味しかったんですけど、強いて言ったらやはり無酸菌かなと思いました。でも暑くなってきたね。そうですね。ドリアン食べるとなんか体に熱がこもるんですって。だからこのお水を飲みながらっていうのがいいらしいんですけど、口直しの意味もあるけど、体冷やしながらいいらしいんですけど、なんかポカポカしてきた。そうですね。はい。ぜひね今回の動画参考にしていただけたら幸いです。ね、今回の動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、ぜひしていただくと次回の動画も通知オンにしていただければね、来ますので、ぜひチャンネル登録、通知オンをしていただけますと嬉しいです。はい、それでは今回は以上でいいですか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。